国際交流基金賞は学術・芸術その他の文化活動を通じて日本と海外の国際相互理解の増進に貢献し、引き続き活躍が期待される人物や団体に贈られる賞です。国際交流基金設立の翌年である1973年から始まり、これまで個人と団体を合わせて延べ200以上の方々が受賞してきました。52回目を迎えた今回の2025年度国際交流基金賞は、カナダの映画監督アーキビストであるマーティ・グロス氏と、釜山外国語大学校教授である日本語教育者のジョン・ギヨン氏の2名が受賞されました。マーティ・グロス氏はトロントに生まれ、同地のヨーク大学で東洋学を専攻した後、1970年に来日して陶工の修行に励まれました。その後映像作家として活動を開始したグロス氏は、日本の陶工たちに密着取材した作品や文楽をテーマにしたドキュメンタリー作品を監督し、日本の伝統文化の海外への紹介に大きな役割を果たしました。また日本映画界との交流を深めたグロス氏は、多くの日本の古典的名作映画ソフトの販売・公開に尽力し、関係者インタビューも担当して日本映画史に関わる数々の貴重な証言を引き出しています。またグロス氏は映像作品を収蔵・修復するアーキビストとして、英国の陶芸家バーナード・リーチが1930年代に撮影した民芸運動の記録映像を発掘・修復して公開する民芸運動フィルムアーカイブを自身のプロダクションで手掛けています。世界中から収集した映像素材は大きなアーカイブを形成するに至っており、職人が作り出す日常の生活用品に美を見出した民芸運動の姿を現在によみがえらせることに大きな貢献を果たしています。このようにマーティ・グロス氏は長年にわたり日本の伝統芸能や民芸運動とその映像を通じた国際相互理解の促進に貢献してきました。もちろん最初はびっくりしましたけれども、日本着いたら、今週初め頃にセレクションコミュニティメンバーと20人ぐらいにお昼のランチ皆さんとしましてね、もうびっくりしました。もう素晴らしい人とか大学の先生と、美術関係映画関係の人とか、僕のことは、もう僕よりは詳しいなったかもしれないよ。その前はもちろんすごい、素晴らしい、喜んでたけど、でもセレクションコミュニティのメンバー会って話して2時間半ぐらいに話した時に、後でフラフラになりましたな、本当に。ハイスクールの時にね、ちょっと友達の呼んで焼き物の勉強ね行きましょうか、趣味でね、アフタースクールで、夜だったと思いますけど、それで向こうの先生はその時代だったらバーナード・リーチの本とか、バーナード・リーチの本しかなかったでしょ。もちろん美術品のカタログのようなアートブックもたくさんありましたけれども、でも職人さんの生活とか職人さんのノウハウとか、その本はほとんどいなかったから、それでバーナード・リーチの本はすごい、僕だけじゃないよ、いろいろ、大変影響ありまして、実は大学はあまり好きじゃなかったから、それどこか行こうかと思ったよね。22歳の時ね。それ大学は1年半ぐらいね、もういいんじゃと思ったから、その日本に5ヶ月間に、その時はアルバイトあったから、それ自分のお金で日本に来たんですよ。それでもう何も分かんなかったけど、一人だけ分かってた。今考えないと思いますけどね。でもそういう状況になったよね。でも55年後は
僕の趣味で国際交流基金はね、こういう状況になったからちょっとありがたいですね。昔のことが考えたらちょっと不思議かもしれないけど、でも僕は常滑行った時の後、カナダに帰って、それで子供のようなアートスクール始めました。まだ残ってますから、毎週子供とか教えるしね。それで、フィルムを撮りました。そういう、どういうふうに教えるとか、それちょっと子供のなんていう今、ちょっと不自由な感じの子供だね。がフィルムを撮って、As We Are というフィルムを撮りました。それで、その時はカリアのことがね、僕は実はカリアのことを考えたことないんですよ。今まででも。でも映画撮って、それ映画祭、あちこちに送りまして、オーバーハウスのフィルムフェスティバルのグランプリを取ったんですよ。74年。それは、それでびっくりしまして、もうお喜びだから、じゃあ後で考えたら、じゃあどうしますと。それで次に、両方、日本の焼き物のものを作った方がいいじゃないですかって。Porters at Work というフィルムを作りました。最初の作品。日本の最初の一番初めの作品だね。1976年。Porters at Work ね。あるもう、なんとかおかげで、世界中に成功になりました。いろいろ。賞だけじゃなくて、配給、フランス語版の配給とか、全国の、ヨーロッパ全国とか、アメリカ、カナダの配給があってね。じゃあ、次はどうするとか、そういうことになりましたよ。その間に、いろいろ昔のフィルムの、見つかった時に、扱ったんですよ。うちの方に、地下にあるから、倉庫あるから、バーナード・リーチのフィルムが見つかって、撮って、国際文化振興会のフィルムを修復して、40年間は全部うちに泊まったんですよね。それでデジタル時代入ってて、デジタルの話も、デジタルの技術も入ってから、こういう民芸フィルムアーカイブが始まったんです。今の仕事一番大事なポイントは、オーラルヒストリー。それ職人さんと会って、こういう生活、こういう人生、こういうものの人生の関係の話しますから。ずっと日本全国に行きましたね。天童とか仙台、鳴子、岐阜、益子、長野とか京都とか丹波とか九州とか沖縄も行ったんですね。そういうすごく楽しい仕事ですよね。昔の職人さんの話をするとか。でもそういうデジタル時代じゃないとそういう仕事にならないんですよ。パソコンでね、どこか座って静かな部屋見つかってオンオフとか止まったりとか、それで今まではもう70人ぐらい飛びましたよ。最初はね、はっきり、自身あまり言えなかったけど、どうなるとか分からなかったから、それ、佐久間藤也さんという昔の職人さんがね、まだ若い人ですけど、彼の家族ずっと益子の長いルーツあったから、メモ用紙にね、取ったね、いろいろメモを取って、それで、多分こういうメモから文章を書いて、プロのナレーターをお願いするとか考えた。そういう普通の記録映画みたいな考えたけど、でも佐久間さんの話聞いてね、もう自分のことはものすごく上手、ものすごくハートフルで、それ佐久間さんの声聞こえないといけないからね。それでそういうプロセス始まりました。
それ録音し、まあ多分2時間ぐらいに録音しまして、カナダに帰ったら2バージョン作りました。1本は、佐久間ファミリーの話と焼き物、益子焼きの工程。2番目は浜田庄司の影響。浜田庄司益子に入ったからどうなった、ね、どういうふうに変わりましたとか、そういう2本あります。同じ映像で。次は沖縄のテクスタイル、沖縄の織物のフィルムですからね。まあ宿峰京子さんが、お願いしまして、これは非常にジェントルな静かな声でものすごく深い話します。もう僕はもちろん話する間分かってたけど、カナダ帰ったから、もう何回編集の前に何回を聞いて、その時代の人のこともう素晴らしい、残らないといけないと思ったからね。そういう編集一番大変よ。本当にいい中身多いよ。多いすぎるから。それはあと短くするは一番大事、一番大変ですよ。まあ女性の話面白いのね。そういういつも男性の話出るからね、普通は。それ女性の話はすごく大事にしたいからね。日本の和紙、Japanese Paper というフィルムはね、国際文化振興会の1938年のフィルムで、お昔、いつか、もう50年前に見つかった。それ16ミリのフィルムはものすごく臭くて、カビてるか、まあ戦前のものだから、それで国際交流基金の事務所に見つかってて、和紙の先生を沢村正史、まあ、2年前ぐらいに亡くなりました。岐阜の。まあ、彼の話はびっくりするよ。もうずっと70年間がね、毎日同じ仕事をして、いろいろ考えたでしょ、あの人は。いろいろ分かってたから。今見てもね、勉強になるんですよ。まあ、日本の政府はね、クールジャパンいつもね、考えて宣伝してるじゃないですか。プロモーションはクールジャパンじゃないですか。じゃあ、民芸フィルムアーカイブはウォームジャパンじゃない？そういう目標です。動くときに暖かいでしょ？ね？そうじゃないと、それでそういう、まあ、それは柳宗悦はそういうことでものすごく、まあ、天才だったと思いますよ。民芸館に行ったら、そういう、なんていう、暑さとか、ウォームス、すぐ分かっちゃう。人間の手とか、人間の足とか、すぐ分かっちゃう。これから民芸フィルムアーカイブにまだまだいっぱいやることありますから、戦前の織物、戦前の将棋駒とか、あと宗像志功のフィルムはまだありますから、最近芹沢圭介のフィルムは2本作りましたとか、いろいろ素材あちこちまだありますからね。まだ時間くださいね。まだ。